加速もスムーズ。車屋の自動運転みたいなですね、そういうところを一緒になってやろうというふうにしてますね。携帯でゼロコロナ政策ってあってですね、それが全部こうマッチングされて、トヨタイムズの富川悠太です。今回はですね、中国で急速に進む電動化、自動運転、こういった自動車業界の事情について取材しに来ました。こちらはですね、上海モーターショーが行われている会場なんですけれども、大きな建物でしょ。東京ドーム8個分の広さがあるんですって。で、世界から関係者ですとかメディアが集まってきているんですね。で、この記念写真を撮られている奥、自動車業界新時代と歌っていますね。200社もの自動車メーカーが乱立し、今や世界最大の自動車市場となった中国。その中国では新型コロナが流行した3年間で独自の車文化がものすごいスピードで広がっていました。特に若者の間では車内空間でエンターテインメントを楽しむことが流行っているみたいなんですね。こちらが今回発表された BZ3 なんですが、じゃあどうでしょう。中見てみましょうか。すいません。あ、やっぱりモニターがね、大きいのがついてますよね。中国ではバッテリー EV 車を充電するときに大画面モニターでカラオケや映画を楽しめる車が流行っているそうです。さらに驚くべき進化を遂げていたのが自動運転技術。トヨタも2019年から自動運転技術の開発を手掛ける中国企業ポニー AI と協業しプロジェクトを進めてきました。現時点のこの中国の自動運転がどこまで進んでいるのか体感させていただけるという決まります。上田さんとですね、豪華よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。早速自動運転で上海市内を走ります。運転席に人は座っていますが、もちろんハンドルやアクセル、ブレーキは触っていません。しばらくすると左車線に合流するレーンが出てきました。するとある程度加速しながら左のレーン、左に車がいますけど車線が1個ずれてるから大丈夫と判断。加速もスムーズ。さらにこの奥見えますか。ほらここ、バイクを認識するとバイクが、これは関係ないか。こっちからいいんだ。でも出るかもしれないので、ね、ちょっとやっぱり少し減速します。危ないと思ってですね、減速しましたよね。車線変更もお手の物。車線変更を自分でして抜いてる。前にもいますね。どう判断するか。はい。1台通して車線で前の遅いトラックを抜いていくという。そうですね。後ろの座席の前にもこうやって画面がついてるのはまた安心材料になりますね。そうですね。何を認知してるかっていうのは全部やっぱりここで我々も確認できるので。自動運転車にはさまざまなレーダーが付けられていて、人間が見える範囲よりもはるかに広い範囲を認識しています。例えば人には見えない遠くの信号、他の車にバイク、それに人、さらには街路樹まで。いやー、すごいですね。
すみません、一生懸命やっております。あそこ工事がありますよ。あ、そうです。工事工事してますも認識どう認識できます。で反対車線に入るかどうかってなっちゃいますからね。はいね。まあ車が多いので難しいです。これをどうする？ちょっと慎重に。少しはみ出たけど。はみ出ても戻る。ああ、大丈夫ですね。は結構人間のような判断したりしてます。いはまるで人間のような判断ができる理由の一つは中国の道にあります。車だけでなくバイクに自転車、時には人も行き交う複雑な交通状況だからこそ自動運転の AI が驚異的なスピードで学習できたといいます。かなりもう人が運転してるのに近いというか、ほぼ同じ感覚。そうですよね。はい。ここにとの自動運転やっぱりそこが一つの売りですよね。これ我々と一緒にやってるっていうところですね。森蔵さんが言われる曲がるのはハンドルで曲げるんじゃなくて、でこう重心で曲げるみたいな、そういうところもしっかりこう要素と入れ込もうというようなことはしてますね。車屋の自動運転みたいなですね、そういうところを一緒になってやろうというふうにしてますよね。さらに驚いたのはこうした自動運転の車が街の至る所で走っていたこと。実はすでにタクシーとして多くの人が利用しているんですって。しかもスマホのアプリで簡単に呼べるそうです。自動運転タクシーの使い心地はどうなんでしょうか。私としてはこの地元で住んでいる人ならやっぱ普通のタクシーと比較しちゃいます。運転の習慣が荒いとかそういうのがあって、しかももし夜はちょっと遠いところにいたら、じゃあドライバーさんとどんな人かが若干心配になりますね。しかも会社で運営してますので結構車が綺麗ですね。変な匂いとかタバコが吸うドライバーさんだったらタバコ臭いですし、この心配が全くなくていいなと思います。今中国では自動運転はどれぐらい走らせてるんですか、1日？この上海では30台ぐらい、はい、で、広州と北京、ここはもう130台ね。だから50台50台ぐらいですよね。多いですね。で広州と北京は運転席にドライバーが乗らなくていいという実験をもうやってますと。中国も確実に高齢化してくるんで、はい、そうするとタクシードライバーさんの高齢化みたいなのはもう10年20年の単位では絶対に大きくなるんで、そうなると確実に需要が出てくるんですよね。なるほどね。中国の自動運転を初めて体験しましたけれども、いかがでした？ものすごい安心感。確かにそうですよね。はい。ちょっとびっくりするぐらい運転が上手い人が運転してる車に乗ってるのと同じ感覚でした。そうですよね。ここまで来てるんですね。そうなんです。はい。ここからはですね、上田本部長にお話を伺ってまいります。上田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、自動運転びっくりしました。どうでした？あそこまでもう人よりもうまいぐらいで、そうですね、しかも周りをちゃんと把握して、はいはい、しかも自分で判断して運転してるっていうのは本当に驚きました。私はもう3ヶ月に1回ぐらい乗ってますけども、でもその度ごとにやっぱり進化してますよね。だから安全でできるだけ手前からブレーキっていう感覚だったんですよ、自動運転って。でも行けるとこはバッて行くし、スピードも出すしっていうのが中国の自動運転でしたね。やっぱり人間が運転してるような感覚のそのアクセル踏んだりブレーキ踏んだりするっていうのが一番大切で、それは何で大切かっていうと、後ろに普通の車がいるわけじゃないですか。で普通の車の人は
やたらゆっくりだと今度クラクション鳴らすんですよね、何やってるんだっていうことで。だからそういうところで我々と同じ感覚で走る、これがやっぱり自動運転のやっぱり目指しているところだと思いますよね。大体ここ何年ぐらいでこんな進化してきたんですか？私2018年から担当で乗っていただいたポニー AI っていうところとはですね、2019年に一緒に共同でプロジェクトやろうって始めたんですけど、その頃はまだあれですよ、私が見てても怖いなとかね、前に人がいても怖いなっていう感じはしましたんで、やっぱりだから本当にこの 4,5 年でぐっと変わってきましたですよね。この 4,5 年っていうとその中にまさにコロナ期間というのが含まれてますよね。コロナの時に中国の経済は動いていないんじゃないかっていうのを海外から見えていたんですけど、違ったんですか？私はちょうどコロナが始まった2020年の2月から、北京に駐在してまして、でその中の経験でいくと、今富川さんおっしゃったのでいくとですね、まず携帯でゼロコロナ政策ってあってですね、で携帯でちょっとお見せするとですね、こんなような携帯で、これは私のパスポートで、ここはワクチン打ってますよとか、でこういうのを見せないと、みんなが持ってないといけないんですね。みんな持ってないと建物の中入れないんですよ。中国はこれがゼロコロナでこれがいるようになってから今スマホのですねを子供もお年寄りもですね、だから70代80代の人もスマホ持ってないと外歩けないんで、みんなスマホを持つようになったんですね。で加えて僕もそうですけど、お年寄りの方目が遠いから打ちにくいじゃないですか。そうするとね、音声認識でこうやってもう全部入れるんですね。だから今日本でも音声認識入れれる方いると思いますけど、やっぱり若い人中心ですよね。中国はね、もうどんなお年寄りもどんな子供もこうなんですね。ということでIT のツールがすごく発展をしてですね、でその結果車の中でも中国はみんな音声認識なんですよ。例えば今日本だとエアコンの温度を下げてくださいとか、こうやって言うと下がるんですけど、今中国だとですね、暑いなっていうと温度を下げましょうかとかですね、こういうもう会話型になってるんですね。でこれは新興ウェブメーカー、バッテリー EV メーカーのやっぱりトップの人はIT 系の企業の出身者が多いんですね。で走る曲がる止まるのところは、我々のような伝統的な車の会社には勝てないということで、勝てない領域を頑張るんじゃなくって、いわゆる伝統メーカーがやらないところということで、今のようなことをですね各社もやってきて、でちょうどその世の中もこういうゼロコロナでこういうことがやってですね、こういうのが全部マッチングされて相乗効果でウェブがね増えてきた。さっき言った新興メイクはピンチをチャンスに変えろみたいなところで、例えば充電時間長いじゃないですか。でこれは不便ですよね。でそれを不便ってやると良くないんで、例えばねカップルでとか家族で充電期間中一緒に映画を見ましょうとかね。だから富川さんみたいなんですけど画面がすごい大きいのはこういうのがそうするとね、今度子供がパパともう一回家族で充電をしに行こうよと、子供から言われたらもうあれですよね。そうすると映画見たり、あるいはそこでテレビゲームって言いますよね。もうねゲームをやったりとかですね。そういう家族団らんとか、あるいは大切な人との時間を過ごす、こういった空間に変わってきてるんですね。そんなバッテリー EV がだんだん浸透して常識化してくる中国の中で、じゃあトヨタはどうやって勝負していこうってお考えですか？ありがとうございます。まず2つありまして、1つは今言ったユーザーエクスペリエンスといいますけど、スマートコックピットで、車の中で新しい体験をっていうのはですね、今言ったことは別にバッテリー EV じゃなくてもハイブリッドでもできるんですよね。いうことで中国のお客様の今のような思考に合ったこういったものをですね、しっかり中国の中で独自で開発していこうというようなことを考えています。
でバッテリー EV はですねトヨタの開発のものと、BYD という、今中国では一番のウェブメーカーですけれども、ここと共同してですね共同開発、それから私どもの広汽トヨタという広州にある、この会社のパートナーをしている広汽汽車というのがあるんですが、この広汽汽車もバッテリー EV ではすごくトップのレベルにある企業ですので、こことも協業しながら中国は BZ がですね3つの系統があると、トヨタ開発 BYD との共同開発、広汽トヨタ広汽集団とのこういうような形で、今ウェブファクトリーできたステップ3と呼んでますけど、このステップ3ができるまではですね、こういった3つを巧みに使ってやっていきたいと、こんなふうに考えています。その中国で培ったバッテリー EV 技術、仕組みっていうのは世界に広げていくっていうことは考えていらっしゃるんですか？まず中国のですね車の輸出台数が今年日本を抜いたんですよ。だから今までは日本が車の輸出って一番だったんですけど、この第一四半期で中国が初めて抜いてですね、でこのままでいくと、中国が車の輸出のナンバーワンと、で日本がナンバーツーとこうなっていくんですが、でその中身のかなりの部分はやっぱりベブもあるんですね。でベブをヨーロッパとかあるいは東南アジアに輸出を始めてるんですよ。でそうするとさっき言ったスマホの文化みたいなのはですねヨーロッパだとですねこういうのが受け入れられる可能性が十分あるんですね。でそうすると我々が何もしないと中国のそういった新しいウェブメーカーがどんどん他の地域へ出てくんで、そういった意味では我々も開発したそのヨーロッパやアジアやいろんなお客様が喜んでいただけるものがあれば地域 CEO の間で情報交換をしてですね、いるんであれば中国からいわゆる輸出をする、あるいは部品だけお送りする、あるいはもう図面だけ送って向こうで生産してもらう、こういうのをやっぱり柔軟に考えていきたいというふうに思います。モビリティカンパニーを目指すトヨタとしては中国はかなりキーポイントになってきそうですね。中国だとバッテリー EVだけっていうイメージが富川さんも中国来られる前あったと思うんですけど、実際はですね2035年には政府の諮問機関というのはバッテリー EV50%、ハイブリッド 50% って言ってハイブリッドを 50% って言ってるんですよ。であんまりないですよね、他の国でハイブリッドをそうやって明確に言ってるのはですね。で加えて水素 FCEV もですね長距離の商用はやっぱり水素だろうと。で中国あと寒いところもありますし、といってですね、2030年にはですね、累計でやっぱり100万台ぐらいのですね水素の商用車をやっぱり走らせようとかですね、こういったのがあって、今お話聞くとですねマルチパスウェイの考え方と一緒なんですよね。似てますね。ですのでベブはベブでもしっかりやっていくけども、いろんな方法を使いながらその一番カーボンニュートラルに適するやり方をやっていこうというのはやっぱり結構柔軟な考え方を中国は持ってますよね。その考えっていうのは中国で以前からあったのか、ここ最近出てきたのかっていうのは、これはやっぱり2018年にですね前の首相の李克強さんっていう方が日本に来られて、でこれはトヨタの北海道も見ていただいて、で今の豊田会長豊田社長とも会っていただいて、こういったところで、李克強元首相と豊田会長がお話をされた中にもですねやっぱりこういった話っていうのが出てきててですね、ですので5年ぐらい前からもそういう話はやっぱり中国がしっかり考えているということだというふうに思います。ここからどんどん中国のトヨタも変わっていく、いろんなものを出していくと思いますので、ぜひですねどんどん取材させていただいてそのステップアップをまた皆さんにねお伝えできると嬉しいです。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。
世界のトヨタの仲間から最新情報をお届けするワールドトヨタニュース。2004年から開催されているトヨタ夢の車アートコンテスト。15歳以下の子供が描いた夢の車の作品を世界中で募集するアートコンテストです。ボリビアからも数多くの作品の応募がありました。ボリビアでは販売店やショールームでコンテストを告知。子どもたちが大切に思うこと、奇抜なデザインやユニークな発想を車の絵に盛り込んでもらうことを目的にしているといいます。7歳以下の部で入賞したのはカミラ・トレズ・ロドリゲスちゃんの虹の車。Es un auto de arco iris. Y el arco iris es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, para pintar de sus sueños, sus autos de sus sueños. 12歳から15歳の部ではグスタボ・サルバトール・カタリさんの自然と共に歩もうが選ばれました。Mi dibujo trata de cómo de aquí a un tiempo la humanidad y las aves o por ejemplo la naturaleza convivan en armonía juntos y que haya una exterminación。また同じ12歳から15歳部門からはサラ・バルゴス・サンジネスさんのカプセルに包まれた幸せも選ばれました。Y me enteré por mi mamá que vio una de sus publicidades en redes sociales y luego me comentó sobre ello. Unos vehículos en forma de burbujas que se transportan por el cielo ayudaría a este problema y aparte sería más ecológico。次はブラジルからお届け。今回私たちはブラジルで夢の車アートコンテスト12歳から15歳部門で1位を獲得したニオ・タイトさんを取材。タイトさんはこれまでに数々のコンテストに入賞してきた実力の持ち主です。すごいねすごいですよこれ。絵はもともと好きなんですか？2歳ぐらいの時からずっと空いてる時間でよく描いてた。言葉いっぱいなんか知ってて、例えば学校でドイツ語とか英語とかも習って、ポルトガル語と日本語以外に。だけど絵はなんか僕にとってすごいいいコミュニケーションのツールだと思うんだよね。なんか僕の心をよく伝えられるっていうか、僕の欲しいなんかやりたいことが欲しいものとかがよく伝えられると思うんだよね。夢の車アートコンテストに、なんでこう応募しようと思ったんですか？まあ機械を僕描くのすごい好きで、でまあなんかこのコンテスト存在を知って、やってみたいなと思って、なんか勝ちたいと思ったわけなくて、この楽しそうだからやってみたいなと思ってた感じかな。その作品がこちらですね。これ。どういうイメージで描いたんですか？もうこれはなんか本当になんか使えそうなものってものを描きたかったんだよね。なんかこれはいろんな仕事に使えるなんか未来の車みたいな感じ。なんかその人とか物を運ぶためのものだけじゃなくて、それ以上のものにしたかったかな。でこの腕とか取り替えていろんな違う仕事ができるんだよね。でこの仕事っていうのはこの乗ってる人の仕事を手伝うためにできてて、けどここではその建物を作ったりとかするために強い腕みたいな感じをいろんな重いものを運べる腕とかを使っているので、こっちではこの森を火を消すためにできてる、そのためのこのニスが入ってる腕とか。でもここで見せたかったのはこの車は自然を守って行動してる。でこの森っていうのはこうつながっててね、で燃えてるとこでここにいる動物たちはみんな地下に逃げてきて、でこの車が助けてるっていうか、仕事をやりながら助けてる感じで。賞をもらってどんな気持ちでした？僕は賞取るとは思わなかった、正直言って。
すごい嬉しかったのかな。まあ多分そうはなんないだろうけど、これに近いものなんかいつかできてほしいなってすごい思う。トヨタに作ってってことでしょ。まあそんなもんかな。そんなもんかな。そして2023年5月、日本でワールドコンテストの最終審査会が開催されました。富士スピードウェイホテルです。こちらでは夢の車アートコンテストの最終審査が行われているんですね。覗いてみましょうか。失礼します。失礼します。まさに今作品を真ん中に置いてディスカッションが行われています。色がすごいですね。色使っている色の量がなんかいろいろバラエティーいいですね。エンジニア的には僕はこういうのが国別のナショナルコンテストで選ばれた優秀作品からワールドコンテストの受賞作品を選出。この日は最終審査会が行われました。今回の作品の中に、実際にこれちょっとトヨタの車に生かしたいなみたいなデザインヒントになるようなものってありました？ありましたね。あった。結構いっぱいあります。毎年見てますけど、車そのものを描いてくれてる子供もいますし、車の背景、シチュエーションだとかストーリーを描いてくれてる子供とかものすごく参考になります。どうこう生かしていくんですか？参考になってくる。ですね。特に色使い、デザイン的なスタイリング的な観点でいうと色使いだとか、あと車に対してどういう価値観で何を夢見てるのかなっていうところが全然やっぱり我々大人とは次元が違うので、あれだけ絵がバーって並んでいても何かこう主張してくるものがあるんですか？そこに選ばれるだけでも80万点近くの絵の中からもうよりすぐりのものだとは思うんですけど、やっぱり純粋にこういう車に乗って未来に自分を運んでほしいっていう、そして自分の身近な人や環境やその生まれ育った国の背景とか全てをなんとかこの一つの車で平和に明るくその夢に向かって連れてってほしいっていう願いがやっぱ強いものほど出てきますよね。音が聞こえてくるかのような。その子どもたちが要は未来のことを思うためにその子たちの思想を乗せて進めてあげるっていうのがとても素敵なプロジェクトだなと思っていて、本当にもうこの何年かずっと見ている中であと数年後とかに、リアルにこれ絵で見たことあるっていうような未来が来るのが本当に楽しみだし、大人としては非常に勇気づけられるものだと思います。この日、すべての3カ国の作品の中から入賞作品が選ばれました。7歳以下の部、8歳から11歳の部、12歳から15歳の部の各1人、特別賞として1人、そしてベストファイナリスト21人が選ばれました。今年の全体的にご覧になって作品はいかがでした？今まであった作品とのなんていうんだろうな、違いっていうのは、子どもたちが何を感じているか、自分の世界に何を感じているかが反映してくるわけですよね。でそれは世界がやっぱり一つになったといってもそれぞれ違う。でその小さなところのそれぞれの真実をどういうふうに見つけるかっていうことが大事で、子どもたちはそれを敏感に感じ取ってるわけですよね。例えば戦争とか、あるいは汚染とかで、それはニュースがそういうニュースで埋まってるわけですよね。でもう一つは国を超えた領域の問題を丁寧に見つめているっていうかな、そういうことがね、やっぱり子どもの目で世界をどう見るかっていう僕らに対する反省を促すようなね、そういう作品が多かったと思います。2019年に新設されたワクドキ賞。
車を持つ楽しさ、運転する楽しさが表現されていることがポイントだそうですよ。そしてやはり気になるのはどんな作品が受賞したのかということですよね。言っちゃいけないのは分かってますけども、今年の作品は、選ばれた作品はちょっとですね、設計図じゃないですけど、ちょっとこんな車どうですかって、その子供が我々に訴えかけてる作品がありまして、そちらをズバッと選ばせていただきました。その作品の枠解きポイントは何ポイントぐらい？いや、もう100ポイントを超えました。こういうことを我々ならしびきトヨタ自動車に子どもたちは求めてるんだと、多分見られるとワクワクすると思います。もう乗りたくなりました。乗りたくなるし、走ってる姿を安易に想像できると思います。本当ですか？はい。現実的近未来。現実的近未来です。へえ。今の GR ならすぐ作ってしまうんじゃないかな。へえ。11さん喋り達者ですから、ちょっとポロって出ちゃうんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？いや8月の発表をお待ちいただけると。ちょっとだけ車種ヒントがありました。ヒントがあとは8月を楽しみにさせていただきます。今年は一体どんな作品が大賞に選ばれたんでしょうか。もう今から8月の発表が楽しみですね。